日本史公暁と実朝2。公暁は父源頼家が北条時政に殺害されたことを憐れんだ北条政子の配慮によって源実朝の養子となった。しかし政子の配慮も虚しく、叔父と甥であり親子関係にもなった実朝を公暁は暗殺する。なぜこのような結末となったのかを公暁と源実朝の関係から詳しく見ていこう。源実朝は1192年建久3年源頼朝と政子の間に次男として生まれている。だが実朝がまだ7歳の時に父の頼朝を亡くしている。1203年建仁3年後を継いだ兄の源頼家が北条時政によって伊豆へ追放されると、実朝はわずか12歳で第三代将軍に就任している。父を幼くして失い将軍となった実朝は都から下って教育係となった源仲章に大きな影響を受けている。実朝は仲章を慕い、学問の師として仰ぐばかりではなく、やがて政所の別当に任じて朝廷流の政治を幕府に持ち込んでいく。そのため北条氏をはじめ幕府を運営する御家人たちと徐々に対立を深めていくのである。一方の公暁は1200年建保7年源頼家と母は鴨重長の娘辻殿との間に生まれている。公暁の乳には三浦義村が選ばれている。頼家には公暁を含め一幡、善行、竹の御所、英実の四男一女が生まれている。しかし一幡が比企の乱で北条氏に誅殺されると、やがて公暁に続いて善行、英実と男子はすべて若くして非業の死を遂げているのである。それはともかく北条時政が頼家を伊豆の修善寺に幽閉して殺害する。すると政子は残された公暁を憐れんで実朝の養子にしている。二代将軍の頼家と三代将軍の実朝は共に頼朝の子供で、二人は兄弟である。公暁は頼家の子供なので、実朝と公暁は叔父と甥っ子の関係になる。養子とは相続を伴わない親子関係だが、実朝と公暁はさらに親子という深い関係にもなっているのである。しかし結局は北条氏の政策によって公暁は他の二人の兄弟と共に出家させられている。京都で修行した公暁は鎌倉へ戻り、鶴岡八幡宮の別当に就任する。将軍として政務にあたる実朝は5人であった政所別当を9人に増員して源仲章をはじめ朝廷の意向を反映する政所に改編している。大江の広元に続いて政所のナンバー2であった北条義時の前に仲章がつくことになる。この時義時はじめ鎌倉の御家人たちはこのままではやがて朝廷勢力に鎌倉幕府が乗っ取られるかもしれないという危機感を抱いたに違いない。さらに実朝が自分の跡継ぎに後鳥羽上皇の王子を望み、上皇が確約したことから御家人たちの不安は高まった。鎌倉の御家人たちの不安や危機感を察知した北条義時と三浦義村がまず動き出す。義時が父時政の失脚から学んだことは、
御家人たちの意向を無視すれば立ちどころに執権は権威を失墜するという事実であった。乳母である三浦義村は公暁に実朝が親の敵であると吹き込んだ。そして実朝と朝廷のスパイである源仲章を片付ければ公暁が将軍になれると説いたであろうことが想像される。したがって仲章が実朝と一緒に殺されたのは単なる偶然ではないと考えられる。公暁が実朝を暗殺したことで源氏将軍は鎌倉幕府創設からわずか30年3代でついえた。振り返ってみれば吾妻鏡には初代将軍源頼朝の死を曖昧にしか記述されていない。そのため頼朝の死因は落馬のためだとされているが、暗殺説も未だ根強く真相は謎に包まれている。次に頼朝の長男で第二代将軍の源頼家は北条時政に伊豆の修善寺に追放され、さらに暗殺されている。頼家はわずか23歳の若さで非業の死を遂げている。そして頼家の弟で三代将軍の実朝も頼家の維持公暁に暗殺されるのである。鎌倉幕府の中に将軍を亡き者にしながら力を蓄え成長する構造のようなものが存在すると東京大学名誉教授で歴史学者の五味文彦氏は主張する。それはまるで蛇が脱皮して成長していくのと同じだとも五味氏は述べている。義時と義村は自らは実朝の暗殺に関わることは避けたであろう。これも時政が畠山重忠を誅殺して御家人たちの信望を失ったことから学んだと思われる。そのため北条氏と三浦氏が実朝暗殺に関与したとの記録は吾妻鏡などには残されていない。ところが鶴岡八幡宮持宮僧次第という記録に実朝暗殺事件に関与したために辞めさせられた僧侶の名前がかろうじて残されている。暗殺に関わって罷免されたのは良友、謙信、雄弁、両弁の4人である。しかもこのうちの3人が北条氏の紹介で鶴岡八幡宮の僧侶となっているのである。さらにこの4人の僧侶は実朝事件の後鶴岡八幡宮は追放されたがそれ以上の罪には問われていないのである。時の執権と公暁の乳母が暗躍したとすれば実朝と源仲章を抹殺して幕府から朝廷勢力を一掃することは十分に可能である。さらに事件後に公暁から居場所を教えられた義村は義時に相談した上で公暁を誅殺している。公暁を口封じのために殺害したために事件は公暁の単独犯行ということで一件落着する。このため源頼朝直系の男子は途切れ、以後幕府は朝廷からお飾りの将軍を迎えることになる。もはや成長しきった蛇は脱皮の必要がなくなったということなのかもしれない。そして成長しきった幕府という大蛇はやがて日本の朝廷をも飲み込んでいくのである。したがってこの実朝暗殺事件は
北条義時と三浦義村の2人がというよりも、鎌倉の御家人たちが必然的に引き起こした事件だとも思えるのである。